こんにちは。世界に羽ばたくアスリート、九州男児の笹野弘樹です。今回の動画では、クラウドファンディング達成のお礼と、達成に向けてのゴール設定のお話をしていきます。クラウドファンディングの実施に興味がある方は、ぜひご覧になってください。そして後半では、留学生として、大学院生として、また学生アスリートとして、実際に活動する中で今考えていることをお話ししています。このチャンネルでは、日本国内での実業団選手を辞めて、ボートの本場、イギリスで大学院生として活動する様子をお届けしています。留学や海外生活、スポーツに興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。まず、クラウドファンディングについてですが、ご支援くださった皆様、本当にありがとうございました。実施期間が2023年の8月4日から9月15日。ご支援くださった方の総数が225名。達成額が408万5000円です。本当はご支援くださった皆様をこの動画でご紹介したいんですけれども、特定のコースでご支援くださった皆様を限定的ですけどご紹介させていただきます。あいうえお順でいきます。赤木隆明千秋様、浦田淳様、愛知県 AO 様、奥田恭平様、小原俊之様、島田恒夫様、島田秀則様、鈴木博之様、鈴木幸夫様、田中正史様、別府幸太郎様、この他にも6名の方が匿名希望でこのコースでご支援くださいました。改めましてご支援くださった皆様、本当にありがとうございます。次にリターンや金額設定についてのお話です。まずリターンについてなんですけれども、私が何か行動としてリターンすることができればそれが理想だったんですけれども、出国までの時間的な猶予から確約できないと判断しました。また何か記念品のような、例えばバッジや T シャツみたいなものを作成するっていうことも考えたんですけれども、制作費がかかることは支援者の皆様も望むことではないだろうと判断をしました。次に金額設定についてです。ご存知の方も結構いらっしゃるかもしれませんが、松竹梅の法則というものがあります。専門的にはゴルディロックス効果というらしいんですけれども、例えば定食が3つあった時に A 定食が1000円、B 定食が1250円、C 定食が1500円という、3つのラインナップだったとします。この時に B 定食が一番売れるっていうのがこの法則です。この比率がだいたい安い方からですね、3対5対2になるっていうのがこの法則です。そうすると、達成したい支援総額に対して、一口当たりの支援額、そして人数の関係が計算できます。過去に行われたボート関連でのクラウドファンディングは、支援総人数が200人から300人なので、これをもとに計算しました。したがって人数比率は以下のようになります。ここで支援額の設定を、よくある一口3000円から、仮に3000円、5000円、1万円という風に設定してみます。そうすると、仮に300人の方がご支援くださっても、162万円が総支援額となり、達成できないということがわかります。せっかく応援してくださっても、それが届かないっていうことになってしまうわけですね。したがって、1人当たりの支援額を上げる必要があります。仮に300人の総支援者で達成したとして、金額を X 万円、2X 万円、3X 万円と設定します。そうすると X が 0.52 と出てきますので、だいたい一番金額の低いコースが5000円ということになります。よって真ん中を1万円に設定します。一番金額の高いコースを2万円にするのか3万円にするのかっていうところなんですけれども、300人の総支援者で計算していますので、仮に一番金額設定の高いコースを3万円で計算します。200人の総支援者で達成したとすると、合計で250万円になります。目標の300万円までは50万円足りない計算になります。ここはちょっと淡い期待なんですけれども、他に支援者が現れることを、もしくは10万円コースで5名の方がご支援くださるという過程でこの金額設定にしました。実際の5000円、1万円、3万円の比率は53名、117名、38名とほぼこの比率通りでした。改めましてご支援くださった皆様、本当にありがとうございました。もともとロンドン大学を目指していましたっていうお話もしたんですけれども、今実際に2週間授業が終わって、改めてこのエディンバラ大学でこの学科で良かったなと思っています。主に理由は3つあります。1つ目が、授業が本当にハードだからです。
僕は学部時代に熟達化という領域で卒業論文を書いています。とはいえ、もう9年前のことで、ほとんど忘れてますし、勉強熱心な学生ではなかったんですけれども、今、授業で扱っている内容は、熟達化もそうですし、演習方法の策定とか、測定、介入、そういったことを扱っています。有名なキーワードで言うと、1万時間の法則とか、ピリオダイゼーションっていうものですね。背景知識はわかるので、なんとなくはわかるんですけど、論文を読んでるともう全然わからないですね。授業は当然英語なので、単語はなんとなくわかるんですけど、じゃあそれで全体の意味を把握するとか、専門的な知識を理解していくっていうのには全然及ばずに、苦しいなっていう感じで必死に食らいついている状況です。ただ自分がやっているもしくはやっていた専門領域と実際に学校でやっている内容がリンクしているっていうのはすごく重要なことだなと思っています。これが仮にロンドン大学で出願した組織心理学とか行動科学っていうような領域だったら僕の背景知識だと専門的な部分が乏しくてついていくのは苦しかったろうなっていうふうに思っています。ちなみになんですけど、例年、このパフォーマンスサイコロジーっていう学科は、20人から30人のクラスの構成らしいんですけど、今年はなんと40人から50人ぐらいいまして、よくエディンバラ大学は俺を合格させたなっていう風に思っていましたけど、本当に運がいいみたいです。日々自分の能力の低さに俺間違った場所に来たなとかここに来るんじゃなかったんじゃないかなっていう風に思うことが多いんですけど、それでもここにいることが認められてると思って頑張っていこうと思います。2つ目は学生寮に住んでいることですね。エディンバラだと学校に近いところに住んで、オートコースが遠い。車で1時間ぐらいっていう生活で、仮にじゃあロンドンで活動したとすると、コースというか、川沿いですね。に住んで、で1時間ぐらいかけて電車でロンドンのセントラルに通学するっていう生活スタイルです。エディンバラだと学生寮に住んでて、コースメイト以外の同じ留学生と話すっていうタイミングも結構キッチンとかでありますし、それは本当にお互い同じ境遇の仲間というか、非常に助けられるなっていう感じがしています。コースメイトも同じ学生寮じゃなくても、他の学生寮だったとしても、プライベートのフラットだったとしても、基本的にはみんな近くに住んでいるので、一緒に勉強しようとかなった時は、すぐに会えるっていうのは、勉強する上ではメリットに今後なっていくかなと思っています。3つ目は、ボート部についてです。これは比較できないことなんですけれども、このボート部で本当に良かったなと思っています。みんなすごく優しいですし、すごく一人一人自立してるんですよね。これはお国柄というか日本がちょっと特殊なのかもしれないですけど、みんなすごくフレンドリーに声をかけてくれますね。日本と違って敬語がないので、みんな年下だと思うんですけど、はい、ヒロキって感じで、調子はどうだって声をかけてくれるんですね。中には違う言語で国葬やるってことで、本当に苦しいこととか悩んでることがあるんじゃないのっていう風に声をかけてくれたりとか、そういう風なムード、雰囲気のチームで、すごくいいチームだなと思っています。まだ始まったばかりですけど、1年しかいられないっていうのが本当に惜しいくらいで、学部生で入学できたらどれぐらい楽しかったかなっていう風に思います。本当にいいチームに来ることができてよかったなと思っています。というわけで、クラウドファンディングのお礼と、それにまつわるお話、そして今実際に入学して授業が始まって、ボート部に所属して、あれこれ考えていることをお話しさせていただきました。この動画がいいと思ってくれた方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。Thanks for watching. Click the like button and subscribe to my channel. See you again!